皆様、本日はですね、前回ね、とっても大好評だった、僕のね、父ちゃんが残してくれたね、レシピあるんですけども、そちらのね、第2弾ということで、超やべえ、焦がし肉ニラえのき作っていきたいと思います。はい。こちらね、炒めるだけでとっても簡単に作れるのと、今回はね、そちらを使って、冷やし混ぜそばを作っていきたいかなと思います。じゃあ早速いきたいと思います。材料もシンプルです、今回は。まずはニラですね。だいたい5、6本ぐらいでいいかな。で、これを細かく切ります。半分に切って、僕はまとめてこんな感じで切っちゃいます。カットしたニラは、ちっちゃいボウルかなんかに入れといてください。続いてはこちら、えのきですね。えのきがね、苦手だっていう方は別に椎茸とかでもいいですよ。ただ、キノコを入れてほしいですね。石突きの部分だけ取ってあげて、あとはこちらも細かくカットします。キノコはね、できれば入れてほしいですね。僕はやっぱおすすめはえのきですね。で、これは細かく、ニラと同じぐらいの大きさに細かく切ってくれれば OK です。で、続いてがこちら、生姜とニンニクですね。で、ニンニクはこれ今半分に切ってるんですけど、でかいのが2つ。なんで、今回ちょっとニンニクがでかかったので2つにしてるんですけど、ちっちゃいニンニクの場合は3かけ分ぐらいあってもいいかなと。はい。で、それと同量、同量よりちょっと少ないぐらいかの生姜でいいと思います。で、生姜はいつもお伝えしてる通り、僕は皮をそのまんまちょっと汚れてるなと思ってるところだけカットして、あとはそのまま使います。気になる方は皮剥いちゃっても大丈夫です。で、ニンニクは半分にカットして、ここですね。ここのね、芽の部分だけ取ってあげてください。こんな感じで、包丁でちょっとやれば簡単に取れるんで、これだけ取ってあげてください。で、取ってあげたら、僕はいつも通りブンブンチョッパーでみじん切りにするんで、ブンブンチョッパーに入れやすい大きさにカットして、そしたらこちらの、はい、僕はいつも通りこのブンブンチョッパーでやっています。はい、ブンブンいきます。はい。簡単。で、今回使う肉ニラえのきなんですけども、動画の最後にね、そちらを使ったね、簡単なおつまみもね、紹介させていただこうと思うので、気になる方はそちらもぜひ見てみてください。で、僕、今回付け合わせに、キュウリもね、入れようと思ってるんで、同じようにキュウリ入れる方はここでカットしちゃって大丈夫です。いや、今回のはね、中華麺に合わせるんですけど、それ以外にもね、ご飯の上にも合いますし、豆腐の上だったり、あとカレーとかパンとか、ほんとマジでめちゃくちゃいろんなのに合うんで、ぜひ作って常備していろんなものに合わせてみてください。はい、こんな感じで斜めの薄切りにしたら、あとは縦に細切りにしていくだけですね。包丁を使う作業は以上です。では早速炒めていきたいと思うんですけども、先ほどね、みじん切りにしたこちら、まず入れます。全部もう入れたら、続いてこちらですね。花椒油、ホアジャオの油ですね。こちらをね、お餅だったらぜひ使ってほしいんですけど、香りがめちゃくちゃいいんで、食べたことある方はご存知だと思うんですけど、ちょっとね、痺れるような感じで、香りがめちゃくちゃいいんですよね。で、もしこれがね、ない方は、ごま油で大丈夫です。ただこれめちゃくちゃ香りいいので、持ってる方はぜひぜひ。カルディとか行けばね、あったりするかな、たまに。はい、こちら大さじ1。そしたら、弱火で軽く炒めます。香りが出るまで。焦がさないようにだけ。弱火、中火ぐらいかな。中火ぐらい。ただ不安な方は弱火からゆっくり炒めてあげても OK。はい、めちゃくちゃいい香りがしてきたら、一旦止めます。で、次、ここが大切なんですけども、軽く香りが立ってきたら、お味噌系をね、全部最初に炒めるんですよね。これが焦がしの部分ですね。香ばしい香りを引き立たせるために、ここで味噌系を全部、炒めます、最初に。こちらがね、赤だしです。普通のお味噌でもいいんですけど、赤だしの方が個人的なおすすめですね。こちらを大さじ2。大さじ2。で、使ってるお味噌によって、塩分だったりとか、甘みがちょっと違うんですよ。なので、まずは大さじ2入れて、後で味見して、もし物足りなかったら少し足してあげるとかにしてあげてください。まずは大さじ2で。で、続いてこちら、甜麺醤。
こちらがね、甘みのあるお味噌っていう感じかな、簡単に言うと。こちらをね、大さじ1入れてください。で、これがね、もしない方はね、さっきの赤味噌をちょっと足して、プラス砂糖を後で少し多めに足してあげるって感じですね。こちらを大さじ1。ただね、甜麺醤をね、麻婆豆腐作ったりとかね、中華系にはね、結構欠かせない調味料なんで、中華系が好きな方は、ぜひ買っといた方がいいんじゃないかなと思います。最後にお味噌、こちら。豆板醤ですね。これはね、辛みがあるとね、甘みも引き立つし、甘みがあれば辛みも引き立つんで、両方入れてほしいんですけど、これを小さじ1ですね。で、辛いのが苦手な方は、小さじ2分の1ぐらいでもいいですし、逆に得意な方は小さじ2ぐらい入れてもめちゃくちゃ美味しいです。全部の調味料入れ終わったら、炒めます。焦がしとは言ってるんですけども、完全に焦がすってよりは、焼きおにぎりとかのバーナーで炙ったりとかするじゃないですか。あれの感じですね。雰囲気で言うと。これを最初にやってあげることで、めちゃくちゃ風味のいい、料理に仕上がるんで、ぜひやってみてください。ちょっとね、もともと黒いんで、色の判別はつきにくいんですけど、香りですね。ちょっと香ばしい香りがしてきたなって言ったら、もうそれで火を止めてください。もうこれでめっちゃいい香りがするんで、美味しいですよ。そうしたら、こちらですね。ひき肉ちゃん半額。はい、半額嬉しいですね。こちらをだいたい400から500ぐらい入れてください。豚ひき肉。はい、そしたら、豚ひき肉と一緒によく炒めてください。もうここで完全にね、豚肉に火通しちゃっていいですよ。いや、これね、本当にね、ちっちゃい頃にね、豆板醤は抜きでね、食べてたんですけど、父ちゃん結構ね、子供でも食べれるようにね、改良して作ってくれてるやつなんで、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。めちゃくちゃうまいです、これ本当に。で、焦げるのが心配な方はね、いきなり強火じゃなくて、少し弱めの中火ぐらいにしてゆっくり炒めてあげてもいいですよ。味噌が焦げるの怖い方は。もう焦がしすぎちゃうとね、ダメなんで。で、さっき喋ったかわかんないですけど、パンの上に乗せて、その上にチーズ乗せて焼いてもめちゃくちゃうまいですよ。で、完全に火が入ったら、火を少し弱めて、こちらに紹興酒。こちらを大さじ2。紹興酒がない方は普通のお酒で大丈夫です。はい。続いてこちら、みりんですね。こちらも大さじ2。そうしたら先ほどカットしたえのきをドサッと入れます。もうね、えのきのね、旨味ってね、結構すごいんですよ。これ入るだけで全然味変わるから。ちなみに父ちゃんのレシピではここは椎茸でした。僕はえのきが好きなんでえのきにリニューアルしてますけど、はい。そしたらこれを強火に戻してアルコール飛ばしつつえのきにも火を通してください。軽くね。野菜スティックとかにね乗せて食べてもめちゃくちゃ美味しいよ。はい。軽く炒め終わったら火を止めて味付けの調味料を作っていきます。もうね、めんどくさい方はね、最初に作っておいちゃってもいいんだけど、僕はね、これね、少し余ってる生姜とかニンニクも使いたいんで、これの上でね、作っちゃいます。はい、こちらにお醤油。こちら大さじ2。オイスターソース。こちらを大さじ1。オイスターソースはね、ほんと旨味がすごいからね、これ入れるといっぺんに本格的な味になります。続いて、こちら砂糖ですね。お砂糖。これお好み量なんだけど、最後に味見して、甘みがもうちょっと欲しいって時は足してほしいんだけど、とりあえず今回はまず大さじ1。甜麺醤の甘みもあるからね、逆に甜麺醤じゃなくてさっき言ったように赤味噌とかだけで使う場合は、お砂糖もうちょっと多めの方がいいと思います。最後、こちら。ソーミシャンタンですね。こちら小さじ1。で、これがない方は、丸鶏ガラスープでもいいですよ。小さじ1って言ったけど、山盛り小さじ1っていうよりはこんな感じ。だから小さじ2分の1ぐらいなんかな。はい。これを入れたらよくかき混ぜてください。ちょっとね、溶かしづらいかなっていう場合はね、お湯少し入れてもいいよ。ということで、ほんの少しお湯入れてきます。こんな感じでよくかき混ぜたら入れてきます。
火をつけて入れていきます。うわ、もう絶対美味しい。こんな感じでよく炒め終わったら、ここで一回ね、味見してみてください。もうちょっとね、水分は飛ばすけどね。抜群にうまい。完璧。はい、あとはもうちょっと水分がなくなるまで炒めていきます。水分がね、少なければ少ないほどね、日持ちはするんで。で、今回のだったらね、3、4日ぐらいはね、全然普通に冷蔵保存できるんで、冷凍すればもっと全然持つんで、今回のやつは冷凍しても全然大丈夫です。冷凍保存して食べたい時にチンして乗せても全然 OK。甘みと辛みのバランスも最高。お味噌はもうちょっと入れてもいいかなと思ったけど、僕はこれぐらいにしときます。はい、だいぶ水分がなくなってきましたね。そうしたらこちらニラを入れてあげて、この時にね、ニラプラスね、長ネギのみじん切り入れてもね、すごく美味しいよ。ああ、もうさらにいい香りになった。ニラはね、生でも食べられるんで、軽く炒め合わせる感じで大丈夫です。軽く炒め合わせ終わったら火を止めて、ここに花醤油小さじ1で、プラスごま油、こちらも小さじ1なので、花醤油がない方はごま油小さじ2で大丈夫です。最後黒胡椒です。軽くかき混ぜ合わせたら、こちらで父ちゃん直伝超やべえ焦がし肉ニラえのき完成です。はい、こちらはあとは中華麺の上に乗っけて食べるだけです。お好みでね、さらにね、ミルタイプのね、ホワジャオとかかけてもすごく美味しいですよ。あとはラー油とかね、辛みを足したい方はラー油足してもめちゃくちゃ美味しいです。では、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは乾杯。はい。では。はい、乾杯。ね、もうどれから食べてもいいんだけど、こっち先作っちゃったんだよ。じゃあちょっと、これマジでこれ超うまそうなの。いただきます。いただきます。めっちゃくちゃうまい。うま。これめっちゃ好き。いいね、みずみずしいズッキーニで、本当にしっかり味がしてるから何の味付けもしてないんだけど、超ぴったし。これお酒のつまみに最高だね。ご飯のおかずにも全然いけるよ。もうああ、そうだね。ナスもうまい。めっちゃ、もう食べたの早っ。でも俺ズッキーニの方が好きだ。ナスも食べていい？ナスもめっちゃうまい。ズッキーニの料理何かないですかってコメントがあったんだよね。また全然食感も違うじゃん。ナスうま。俺これほんまにめっちゃ好き。こっち先食べちゃうね。もうじゃあ俺こっち食べていい？どうしよう、本当に美味しいこれ。これはマジで美味しいよ、本当に。この肉ニラえのきがもうめちゃくちゃうまいから、何に合わせてもマジで美味しいです。いただきます。勝った。いただきます。間違いない。もう口に入れた瞬間うまい。あ、うまい。これご飯にかけてもね、最高に美味しいし、そうめんとか普通にカレーの上に乗せても美味しいから。あ、うまい。ちょっと俺辛み足していい？うまっ。ラー油めっちゃうまい。ちょっとラー油とホワジャオで。夏にはこれだよね。やばい。ラー油マークやっぱホワジャオだわ。
ホワジャオいいよね。ベースとしてちょっとホワジャオの香りがしてるから、もちろんねごま油で全然いいんですけど、もしね持ってる方いたら、これだけで本当に一気になんかもうお店の雰囲気じゃないけど、香りがするから超おすすめ。超合うよね。めっちゃ好き、一番好き、本当にうまい。うまい。やっぱ後だけのこのホワジャオめっちゃいいね。追い肉してきました。ちょっとね、もっとよりこういうのがお家だとできるから、それもまたいいんだよね。お店で言えないもんね。言えない。ちょっと具材足してくださいってマジでうまいよ。これは本当美味しいです。具たっぷりで食べてほしい。やっぱ追いホワジャオ欲しい。俺もちょっとホワジャオ欲しい。ホワジャオやべえわ。あとしゅんちゃんからズッキーニを奪い去りました食べていいよって言われた。こんなに美味しいって言ってくれたらね、それはね。このズッキーニマジうめえ。あ、もう香りがあと何気にメンマとかも美味しいけど、キュウリが効いてるよね。うまっ。あっという間に一口です。あとラストもでもね、やっぱね、俺たちが作る料理ね、最後この具材をかき込める系ね、最高。具材が余ったらキュウリ足して食べてもいいね。ここにご飯入れてもらってもいいね。ね、うまい。で最後ねみずみずしいよね、ズッキーニって。ズッキーニってなんでこんな美味しいんだろうね。癖もないしさ。ということで、本日はですね、超やべえ肉ニラえのきをね、作らせていただいたんですけども、まあ本当にね、これめちゃくちゃおすすめで、もう肉の旨味とかもそうなんだけど、やっぱり最初にね、味噌をいってるっていうか、焼いて炒めてるんで、その香ばしさもプラスされてるのがすごく香りも良くていいなっていうのと、あとはね、いろいろ調味料入れてるんですけど、それ全部入れるとやっぱりね、めちゃくちゃ本格的な味になるし、あと奥深い味になるので、ぜひね、皆さん真似していただけたらなと。で、今回は、中華麺、冷やし中華麺に合わせてるんですけど、これが夏、もっと暑くなればそうめんとかさ、そういうのにもすごく合うし、あとはご飯の上に乗せるのはマジでおすすめです。めっちゃ美味しい。で、今回、最後に作ったみたいに、おつまみにして、上に乗っけて、チーズ乗せるだけでもめちゃくちゃ、絶品のおつまみになるので、ぜひ皆さんね、試して作ってみてください。ということで、本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、皆様、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。おまけのコーナーでございます。おまけのコーナーは、一番最初の動画の序盤にも言った通り、これだね。こちらのね、超やべえ肉ニラえのきで作れる簡単おつまみです。今回はズッキーニとナス、あとはとろけるチーズだけで OK です。これもめちゃくちゃ簡単なので。で、ここのね、先端と後ろの部分だけはカットしてあげて、で、ナスもここの部分だけだねをカットして、この周りの部分はこうやって取っちゃえば取れるんで大丈夫です。で、そうしたら上に乗せてオーブンやトースターで焼くだけなんですけども、ズッキーニって火が通りづらいんですよ。なので少し切れ込みを入れたいんですよね。なのでこれをまず半分に切ろうかな。半分に切って、ナスはもう普通に、ナスは火通りやすいから大丈夫。そしたらちょっと斜めにこうやって切れ込み、こんな感じで斜めに切れ込み入れといてあげれば火が通りやすくなって、トースターで焼いても十分火が通ります。で、加熱するんで、アク抜きは別に必要ないんですけど、気になる方はね、水に少しさらしといてあげてください。そしたら、ズッキーニとナスの上に、先ほどの肉ニラえのきを乗せていきます。今回はね、中華麺に合わせて食べてたけど、ダイエットとか糖質制限されてる方はこれだけでもね、めちゃくちゃ美味しいですよ。
で、この上にあとはチーズ乗せて焼くだけなんですけども、よく焼きが好きだったり、トースターで焼く場合ですね、ちょっと焼けるのが心配だなっていう方は、この状態で少し焼いてあげてください。ナスとズッキーニ多少火が通るように。その後少し火が通った後に、さらにチーズをかけてから焼いてあげてください。もう一度。はい、最高。じゃあこれで焼いていきます。では、こんな感じでいい感じに焼き上がりました。はい、こちらでね、おまけのコーナーなんですけども、こちらでナスとズッキーニの肉チーズ焼き完成です。こちらもね、本当に美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。